どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。ということで急に始まったんですけど、この見慣れない画角で始まっているんですが、こちら見たことがある人も多いと思うんですけど、夏目さんちの撮影部屋の後ろにある壁の絵なんですけれども、なんでちょっと小声で喋ってるかっていうと、今上でもうパラちゃんとさやはまだ寝てるんですよ。今日ね、日曜のね朝なんですが、寝てるっていうことは今回ドッキリでございます。今回やっていく企画はこちら。いつも見てる壁の絵、少しずつ絵が描き足されていったらいつ気づくのか。はい、という企画になっております。ここに描いてある絵って、ここに引っ越してきて、これもう新居言ってますけども、引っ越してきてもう2年半ぐらいか。2年半ぐらい経ってるんだけど、壁の絵ってもう来てすぐ描いたんですよ。で、壁の絵描いてからアップデートとかもしていきたいねとか言ってたんですよ、確か。その時にね。だけど、全然アップデートしてないじゃんっていうことで、毎日ここを通るわけよ。さやは毎日見ているこの作業部屋の壁に新しい絵が描いてあったら気づくのか気づかないのかというところがちょっと気になってですね。今回は勝手に、以前も使ったマッキーペンを使って絵を描いていって、で、少しずつ絵が増えていったらいつ気づくのかというのを検証したいんですけど、最悪気づかない可能性もあるので、ちょっとレベルに分けてやっていきたいと思います。とりあえず Day1、今日ですね、このぐらいのちっちゃい3センチ四方ぐらいのサイズのちっちゃい絵をもう落書きのように描いていければと思います。で、次から Day2、Day3 といくごとにちょっとずつサイズを大きくしていって、最終的に何センチ四方までバレないのかっていうのを検証していきたいと思います。ちょっとさすがに3センチ四方でバレたら、さやにも描いてもらって、この壁の絵を今後もアップデートしていこうねっていう動画になると思うんですけど、3センチ四方でさすがに気づいたら、さやのこと感心しちゃうというか、いやでもな、さやな気づかない気がするな。じゃあ一旦まずはちょっとね、起きてくる前にも書かないといけないので書いていきたいと思います。はい、この辺どうでしょう。この辺にまずはちょっと、でも端っこって気づかれるかな。上か。まずは上だな。この辺に書いていきますか。何書いたらいいかな。今年の干支は蛇なので、ちょっと蛇を足しておきますか、ここにね。ドキドキする。久しぶりだね。待って、色違くないか、全然。壁の絵ちょっと焦ってるかも。この年を経たことによって焦ってしまったかもしれない。蛇年なので蛇を。でもこれ、メカに紛れてまずはね、気づかれないという可能性もあるので。全然3センチ四方じゃなくない？そもそも。1回戦目から10センチ四方になっちゃった、Day1 から。やばい、よくわからないぐにゃぐにゃ禁止と斉藤咲先生の動画で言われたことを早速やってしまってる。よくわからないぐにゃぐにゃとニョロニョロで書いてます。最終的にはさ、やっぱさ、どでかくここに女の子を描いてね、バレないっていうのをやりたいんだけど、それでバレなかったらなんかちょっとこう、それは悲しいよね。何か喋らせていかないとね。じゃあ、蛇年だから俺を主張するということで、俺と言わせますか。俺の年と。ということで、Day1、ここに今年の蛇年なので、蛇っぽいコードを書いてみました。はい、今全体こんな感じなんですけれども、こんな中に、ひときわ輝いてもいない突然現れた俺を主張する蛇。じゃあこれが果たして気づくのか。Day1、様子見ていきましょう。はい、ということで昨日ね、何も撮れずに終わったんですけど、今日撮ってるということはバレませんでした。今ですね、1日空いてその翌日、だから2日後の昨日書いてから2日後の朝、だいたいね今9時過ぎぐらいなんですけど、でまださやはパラちゃんと寝てます。で今日仕事の日なんですけど、なんでこの時間まで寝てるかというと、基本的に弊社はですね10時始業なので、しかもさやさんは起きられないタイプなんで9時55分とかギリで起きますなのでちょっと今日まだこの後30分ぐらいおそらくかけるんじゃないかなということで、でもなんかもしあればね、このパラちゃんの見守りカメラが動けばさやが起きたっていうことなので、直ちにやめるんですけど、ちょっと今日は前回はこいつ俺って言ってるこのヘビさん描いたんですけど、全くもって気づかれないし、なんか今見てみるとめっちゃ馴染んでんなこいつって思うんで、2回目は待って、今なんか物落としなかった。待って、今なんか言った。落とした？いや大丈夫ですね、多分大丈夫です。ということで、1日気づかなかった Day2 および Day3 は回ごとにでかくしていった方がいいと思うので、今日は上にちょっと大きめに描いてみようかな。この辺にこいつよりもさらに大きなこのぐらいで何かを描いてみようかなと思います。
で今回もちょっとなじませ重視でアハ体験みたいに書くけど、でも確実にでかくは書いたぞと、そんな感じでやっていければと思います。いきましょう。今回もちょっとね余裕がないので下書きなしで、こんな感じのここにあるようなこういう、これバレんじゃね？これバレんじゃね？やりすぎた。待ってくれ。やりすぎたかもしれん。いやでもこういうなんかさ、突然出てきてる模様みたいなやつってさ、あれこんなんあったっけここみたいな。多分ね、日常生活でも街中でいきなり、例えば朝駅で見てる絵に対してどれぐらいで気づくかって言ったらね、相当気づかないと思うんだよね。やっぱ注意して見てないとこういうとこって見ないし、いけるんじゃないかなと思うんですけど、書かなすぎるとむしろ馴染まなくなって、なんだここってなると思うんで、逆に周りと同じぐらい書き込んであげることでいけるんじゃなかろうかと思ってるんですけど、でも結構目立ちそうだなこれ。ここ多分メカっぽいので、メカっぽいの加筆しておきましょうか。当時の自分の意図をなんか読み返すみたいな、ね、昔書いたものに加筆していくって不思議な気持ちになりますよね。なんか卒業文集読み返すとさ、恥ずかしいみたいな。よし、そうこういうね、逆に埋まってなかった部分も埋めることで新しく書き足された部分が、いやもともとこんなんだった気がするなみたいな、なんかそういう錯覚に陥らすこともできるんじゃないかと思うんですけど、っていうかそもそもこれ気づくか？でちょっと今日は撮影がこの後始業してすぐ撮影をする予定があるので、ちょっとさやが気づくかどうかを定点カメラをね一応セットしておこうかなと。ちょっと Day1 がねうっかりしてて何も設置しなかったので、そもそも気づいたとって気づいた瞬間を撮れないみたいなことがあり得たので、むしろ気づかれなくてよかったですね。Day1 は。結構待って、ちょっと攻めてしまった感じがあるな。はい、ということで Day3 っていうか2過筆目、今この1日目はこの俺って言ってる蛇を描いて、この上によくわからないこの幾何学っていうか有機体というかぐにゃぐにゃというか謎の顎生物みたいなやつを描いたんですけど、全体から見るとこんな感じ。でもさ、全体から見るとちょっと増えた感じあるよな。いや本当はね、ここの壁ってここの端っこまでみちみちにこの壁いっぱいに本当は描きたいんですよ。最終的にはさやの方は白いのに僕の方はみちみちみたいなぐらいまでいけたら本当はいいんだけど、さすがにそこまで気づかなかったらちょっとさやを何かを疑わなきゃいけなくなるから、それはそれで怖いんですが、とりあえず2日目この位置に描きましたので、果たしてこれでさやが気づくのかまた見ていきましょう。でもだいぶね形としては変わったんだよな、こう引きで見ると。次はこの左下あたりを攻めていきたいですね。じゃあまずはこの後撮影の時にさやが気づくのか見ていきたいと思います。前髪うざすぎると思った。はい。やりましょう。なんか誰か来た。ベベが来たね。ベベか。じゃあ行きますよ。暗い？あ、後ろが電気ついてね。うわあ、そうか。この間のあれのね、名残で。名残ってた。目にめっちゃ。ちょっと待ってやる。青いぜ。よし、じゃあ行きますか。はい。無事帰国しました。イエーイ。イエイということで、はい買ってきたものをサクッと紹介しましょう。イエーイ。とりあえず僕がこちら、でけはい、ペペオのクソデカアクリルセットだね。ねえ。でこれでさやさんが別にあそこで買わなくてもよかったシリーズということで、はい。はい今日もこれを使ってね、簡単にお絵描きしていければとはい、思います。思いますやっていきましょう。この国にペーパーカッターなかったっけ？ペーパーカッター。ちょっとあっちからさ、取ってくるね。剥がれねえ。気づかなかったね。気づきませんでした。止めます。はい、ということで、多分この前に見ていただいた映像が多分
もう多分とか言っちゃってる時点で結構もうお察しだと思うんですけど、2週間ぐらい前なんですよね。2週間ぐらい前に撮って、でその後何にもの大阪ポップアップイベントが挟まって、なんやかんやその後もバタバタしてて2週間以上経ったんですよ。でこの企画も僕一瞬忘れてて、そう一瞬忘れるぐらい馴染んだんです、こいつ。もうだってその間ここでさやとさゲーム実況撮ったりとか、普通にメインチャンネル撮ったりとか、収録はもちろんしてるんですよ。気づいてないんですよ。もう3段階目なんですけど、最初はこのちっちゃいこの10センチ四方ぐらいの俺って言ってるヘビさんね。その次がこれで、だいたい20センチ四方ぐらいの絵を描いたわけです。前回と前々回はあまりにもちょっと馴染ませようとしすぎたので、今回かなり攻めます。もう20センチ四方30センチ四方でも気づかれないのだとすれば、もうキャラクターというか人間描かなきゃダメだなということで、今回はこちら、ちょっと見えますかね。もうちょっとざっくり描いちゃおうと思って、このぐらいのサイズでこの子たちの中に1人急に増えるみたいな。これバレなかったらもう今回バレないんじゃないかっていうことで、僕が1年間通してこの白いところを埋めていく企画に変わる気がしてるんですよ。本当にさすがにここを気づくかどうかっていうのは見ていきたいので、この後ちょっとさやが起きるまでちょっと急ぎながらここ描いていきたいと思います。はい、じゃあもうどんどん描いていきましょう。もうね時間ないんでね、ちょっと思ってるのが、この壁の絵描いたのってもう言ってもさ2年前とかなんだよね。その間に若干僕顔の好みが変わっている気がしてて、ちょっと顔がさ人間味を帯びたのかな、わかんない。なんかさ描いてて思ったんですけど、この壁の絵結構こう無機質な顔してる子多いんだけど、その頃僕が結構そういう顔の子を描いてたなとは思っているんですけど、なんか最近自分で描いてる絵が人間的な顔のした女の子にメカをかぶせて、だんだんと感情が芽生えてきているような気がする。未だに無機質な顔も描くんですけど、なんか普通に好きになってきた気がするんですよね。こんなね、なんかゆうちゃんに喋ってる暇はないんですけど、今日これ。いやでもね、これね、マジで気づかないんだなと思ってて。でもさ、よくさ、クイズ番組とかでもある、アハ体験みたいな。どんどん絵が変わっていくやつ。よく考えたらあんま気づかないもんね。これをさ、期間かけながらやられたら確かに気づかないなと思うから、検証としては正しい気がするんですよ。でもどうしようか、これマジで気づかなかったらさ、趣旨変わってくるよね。別の悩みがどんどん生まれてくる。これすごい浅はかなこと言うと、最近動画の本数いっぱい増やしたいから、せっかくだからこれを撮って、ちょっと1月忙しいし、2人で揃って時間取るね、時間も少ないから、僕がこういうね、ドッキリ企画をやったら、なんと、勝手に1本動画がほぼ撮り終わってるじゃないかみたいな。これはね、2月のストックになるなと思ったんですよ。ならなかったね。ギリ2月に出るかもしれないんですけど、最近僕側からドッキリをすることが多くて、いいですね。それこそ1年前。1年前 ?2 年前ビヒタスカフェでドッキリされたのってあれいつだったんだ。さやからのドッキリはあれ以来受けていない気がするので、もう僕はなんかドッキリを受けないものだと思い込んでるから、今めちゃくちゃかかりやすい状態にある気がする。でもなんかダメだな、急いで描こうとするとさ、やっぱりいつも描いてるものを手癖で描くという癖があるじゃない。せっかくこう新しく絵を描くのにちょっと見たことのあるやつ出てくるなみたいな空気があるんですけど、そこはちょっとご愛嬌ということで。でこの後今日結構撮影しようってなってる日なので、この部屋の滞在時間が長いんですね。結構ここでバレる可能性もあるんですけど、逆を言うと今日バレなかった場合が本当に困ったもので、このサイズ感の絵がさバレなかったらもう何でも隠せるわけじゃん。またやった。なんか影で遊ぶ人みたいになってますけど、この後の僕の動作はこうでしたね。もうちょっと細かく見たいなって。そのうちなんか壁がこういうの対応したらいいよね。いや未来ですね。意外とでも描き始めると思うんだけどさ、描いてる人が変わってないわけじゃん。年数経ってるとはいえさ、そんな別に絵柄も変わってるわけじゃないし、描いてるモチーフもさ大変わりしてるわけじゃないから、確かにこれは分からないのかもなみたいな。逆に自分だったらこれ気づくのかな、どうなんだろう。さすがに気づくやろみたいな気持ちにはなるんだけど、いやでもビータスカフェの時に中にさやの絵があったの全然あれ全部は気づけなかったから、案外やっぱり難しいのかもしれないなという。このサイズの絵が1時間で描ける気はしてないんだけど、だいたいね1時間ぐらいだと思うんですよね、起きてくるまで。あともっと早く起きればよかったんだけどね、昨日ねやってしまいまして、この間さやの実家に行ったんですけど、さやのお母さんがね、げんちゃんこれ持って帰るって言ってプレモルくれたんですよ。で僕普段プレモル飲まないんだけど、てかそもそも最近ビールを飲まないんですよ僕。ドライゼロっていうやつがあって、朝日のそれにハマりすぎて飲まなくなっちゃって、ビールでなんで飲まなくなったかっていうのが、ドライゼロってほぼ味がビールなんですよ。まあちょっとビールめっちゃ好きな人からしたらちょっと怒られるかもしれないんだけど、ほぼ味がビールなんだけど酔わないんですよ。なんとすごくない？だってさ、お酒の最大のメリットであり最大のデメリットってさ、酔うんだよ。
でさ、仕事中に飲んだら酔うじゃん。で、飲まないじゃん、普通。でもさ、我々はさ、家で働いてるから飲もうと思えば別に飲んでも怒る人は誰もいないんだけど、でもさ、やっぱり仕事の効率落ちるじゃん。でもなんかさ、昼間に飲んでて、休みだな、みたいな、そういう開放的な気持ちになるんですよ、やっぱ、あの味で。そういう風に人間ができちゃってて、思い込まされてるみたいな、なんていうんですか、爆弾の奴隷になってるんですよ。やっぱ。ビールを一回飲み始めた人間っていうのは到底子供の頃には美味しいと思えなかったあの味によって何かが満たされるような体になっちゃってるんですよね、長年かけて。ってなるとドライゼロに飲んだ時にその気持ちだけが湧くんですよ。その気持ちだけが湧いてて酔わないの。だから仕事に対しての集中力を発揮したまんま背徳感だけを味わって、なんか俺仕事中に悪いことしちゃってるみたいな、なんかその気持ちだけで乗り切れちゃうから、いざなんかビール飲むとなんか酔うってなるんですよ。もう意味わかんないと思うんだけど、すごいなんかふわふわしちゃって効率悪いってなるし、いつも感じてるガッて飲んで爽やかに飲み込めるところになんか不思議な味するって思うんですよ。アルコールなんですよね、絶対それ。アルコールの味がビールっぽいあの味の中に溶けてるのも逆に違和感になっちゃってて、最近意味わからないんですけどビール飲めなくなっちゃったんだよね。飲むんだけどね、飲む時は。っていう前提があった上で、お母さんにプレモルをね6本で売ってるやつあるじゃん、紙に包まれて。あれをもらっちゃったんですよ。で嬉しいから普通に飲んじゃったんですよね、昨日ね。で寝る前に3缶ぐらい飲んでしまったせいで、ほらね、今話がね、これ何の話しようとしたんだろうっていうのが最後まで出てこなくなった。これがね、アルコールの怖いところですよ。翌日も頭がぼんやりしてるっていう。マジで俺何言おうとしたんだ最後に。この謎はみんな抱えたまま大人になってほしいな。いつかわかるよきっと。そうで、あとね、最近思った話があって、今年白黒の絵いっぱい描きたいなと思ってんの。もう2月だから今年ってなんか新年の抱負みたいな話になったのが非常に怖いんだけど、色を塗らなきゃいけないかもみたいな固定観念にとらわれていたというか、もちろん色は塗りたいしその練習もしたいしっていうのはあるんですけど、もともとモノクロの絵のが好きだから、こういうのもっとねちょっと今年はやりたいなと思っているので、その出だしとしてはなんか楽しくできてるのでいい企画ですね。あとね、ちょっと最近夏目結構喋るな俺。なんかずっと喋ってる気がする。ここ数日撮影してなかったからなんか喋れる話が溜まってたんだけどさ、一人で喋ってるとなんか多分二人で喋っていると扱わないようなトピックが出てくる気がするな。二人で喋ってるとあんま真面目な話しないもんね。僕はね、根が真面目な人間なので、基本的にはなんかね、何かに対してのどういう考えて今やってますとか、そういう話を聞いたりするのが好きなんですよね、そもそも。ただなんか動画で話すことでもないよなって思って、普段あんまり喋らないなっていう感じなんですよね。でもここで喋りすぎるとさ、今日の撮影で喋ることがさ、なくなっちゃうんだよね。まずいね。いやでもサイもなんかだいぶストックしてるはず。まずい。今、なんか音が聞こえた。起きたかもしれん。ちょっとじゃあ、これで、あまたじゃない。あまた。火事場のバカ力ではないか、これ。でももうちょっと待って。多分もうそれ起きちゃうんだけど、絶対終わんないっていう気はしてたんですけど、案外。書いてる場合じゃないよね。分かってるよ。分かってます。はい。ということで、ここに突如現れし、新しい絵、ぴったり1時間ぐらいで、一応終わったので、これを今日撮影の時にサイに見せて、バレるのか、果たして。結構うまくなじませられたんじゃないですかね、1時間にしては。これどんな絵か、ざっくり言うと、いつものメカ女子なんですけど、メカな女の子が、びっくりしてるわけですよ。なんでお前気づかねえんだと。なんで気づかねえんだお前はっていう気持ちをここに込めました。はい。ということで検証、これが3日目、始めてから 2,3 週間経ってるけど書いたのは3日目でございます。では見ていきましょう。そのオートポールもう1本買って、ここにぶっ立てて、ここ取って、これクリップでここに挟んで、よし。続いて自由な発想で今日何するか考えよう。大体今日取るって当たりつけてるの決まってるけど。今から食べるこのゆで卵に絵を描くとか。
それあれ夏目さんち2年目の企画だから2年目で見ろ動画で言うからだから笑う準備してて思ったよりアホだからマジでさ動画で言うからっつってこう日常の会話遮るのやめてほしい。しょうがないよ。それもまた日常だよね。俺も焼きが回っちまったもんだぜ。世界で初めて焼きが回っちまったイケオジって誰なの思いがけず誰かを守っちゃったせいで。そう俺も焼きが回っちまったもんだぜっていうタイプいるじゃんそっち出てるやつじゃんあれあいつさその焼き回ったイケオジをちょっと普通に書くっていう企画をね、やってみたいんだけど、世界初の焼き回り王子誰なんだろうみたいな。皆さん何なんか変えた変えたなんか変えたって何？なんか違くない？どういうこと？左下にさ、なんかあんなにさ、焦ってなかったよね。今更めっちゃ修正した。どうしたの？心残り？マジで言ってる？もういいかも。じゃあ。待って、いなかった？ドッキリ大成功はい君にはこの子が見えていたのか今まで。あれ？なかったか。あれなんかあまりに自然に溶け込みすぎてさ、めっちゃ卵食べない。でもドッキリだったんだこれ。どこに何があるの？バイバイじゃない。手を振るな。やば怖いあんなカメラ。ただ卵を食べながらくるくる回ってるから。卵を食べながらくるくる回って気づくんだ。はい。ということで、なんと3週間撮影してました。マジ？はい。正確には3日しか撮ってないんだけど、僕が忘れてて、大阪ポップアップの後2週間放置した。この子を描いたのは、今朝ですね。あ、今朝？こいつは今朝です。あ、よかった。私2週間も気づかなかったのかと思った。こいつにね。こいつに2週間気づかなかったらさすがにちょっとやばいなって思うんだけど。やばいよね、本当に。この顔も禁じ得ない。そう。僕的には、この企画3週間も放置されてるのに気づかないんだなっていう、意外と。っていう意味も込めて、この子描いたのよ。わかる？どういうこと？これだけじゃないのよ。ここにも描いた？マジで？今なんかさ、たまたま卵がさ、卵を食べてね。あれなんか左上も増えてる？おーすごい。どれが増えたかさ、それだけ答えられたら正解にするよ。じゃあもう許してあげる。許してくれる？ちなみに3回書いてますね僕ね。N2M の 2？ ずっとあいつですね。あ、そうですね。そうだと思ってましたよ。左上が増えてるのと下でしょ？ちょっと刺して指で刺して。ポンコでしょ？まあそらそう。で、ここの部分でしょ？どこ囲ってちゃんと。この辺、こう。不正解です。ねえ。残念ながらそんな書いてません。じゃあこの辺。ああ、そう、それ正解です。以上です。2箇所だけ？これで全部。いや、実は初日にこのヘビだけ書き足したの。それはね、無理だって。無理か。それはまるで無理だって。無理？ほら、主張してんじゃん。俺って主張してるヘビさんだよ。で、その後に、まあ言うてもと思って、これですね。三角親ねみたいな。このよくわかんないやつ。だから書いてもバレなそうな、記憶に残らなそうなやつを書いて。ちゃんとバレてません。はい。で、気づかないんだって思って、気づかないんだっていう気持ちを抱えたまま、めちゃめちゃ忙しい期に突入して、こいつら2週間ここで放置されてるっていう。そのうちにこいつらもう溶け込みすぎて、僕もなんかそういえば書いたこと忘れたぐらい溶け込んでたこいつら。溶け込んでる。マジまたもう2年前からいたような顔してるこいつら。でもなんかなんだかんだでさ、この部屋に入ってさ、急いで撮れよみたいな時が多かったからさ。まあ確かにね。あんまりまじまじとこっちを見ることがないの。ね。だから今僕はさやをコンビニに連れ出した。ああ、そういうこと？ここでゆっくり時間を過ごしたら、ちょっと見る時間生まれるのかしらっていうので、別に今日バレなくても最悪良かったんだけど。悔しい。何それ悔しい。アハ体験じゃん、こんなの。そうだよ。アハ体験よ、完全に。これでバレなかったらもう終わると思って。いやでもあれじゃないですか、こっちの壁を描いた時期とここの子を描いた時期ってやっぱずれてて、ちょっと白く消すのって最近の源さんの手法なので、やっぱり今の源さんじゃないとこの絵は生まれなかったというわけで、私がわざと気づかないでこの絵を生んだと言っても過言ではないという。いやでもそうだから今回あんまり馴染ませすぎると本当に馴染んじゃうから、正直に今の絵柄にしようと思って、でそれちょっと描いてて面白かったんだけど、そうやって妻のこと舐めてませんか？妻のこと舐めてるこれ描いてて思ったの、2年間
で僕ちょっと顔の好みが変わったと思って。ああ、そう、なんかさ、昔の方が冷たい顔してたかなって。あとなんか目の大きさとかさ、この時期って結構ちっちゃく描くのが好きって言って、なんかこれむしろこれレアだったんだよね。で最近ちょっとこういう感じじゃん僕。まつげバチーン。そうだからなんか絵柄も変わってんなって思いながら、ナチュラルに仕上げでここにあった白いのを取ってジャッジャってやり始めたんだけど、待ってこれ他のやつやってねえっていうことに書きながら気づいた。今朝。そうですよ。やっぱりそこの視点が。いやでも私でも修正したって言ったよね最初。今修正したって言ったからね。もともと存在してるとは思っちゃったよね。なんかあれこんな子いたかな、あ、顔ちょっと変えたんかと思って、いやそれを私試したんだな、うふふとかって思ってた。いなかったわ。びっくり。私はいたって言って。びっくりしてる方。私の中にはいたんだよ。というわけで、今回じゃあ企画名をどうぞお願いします。なんだこれは。家の中にある絵に少しずつ加筆したら妻は気づくのか。はい。イエーイ。大体そういう企画でした。ちょこっと言っていい？はい。それさやがゲイさんにやろうと思ってた企画だった。マジ？そう。嘘？こっち？いや違う、ここじゃなくて、1個キャンバスを用意しといて、でなんかゲイさん見て書いたよみたいな感じで1個言って、ですごい長い期間でちょこちょこ足していくのに、ゲイさんは気づくのかなっていう企画をやろうと思ってたの。あ、そうなんだ。そう、やられちゃった。そんなことあるんだ。同じことしようとしてたんだ。同じことしようとしてた。ごめんね、やっちゃったわ。でも今日僕自分を一番褒めたいのは、これ、作画時間50分です。すごい。1時間も前に起きてやったの？そう、全体的にさやより1、2時間早く起きてやっていましたね。早起きえらー。何を褒められてんの？えらー。ありがとうございます。何が？どういう意味？動画を1本作ってください。ありがとうございます。ドッキリマジでやだ、このドッキリの時のこの思考。ね、動画1本撮れたっていうさ、僕もそうだしね。もうすでに編集が進行してるみたいな、あ、マジ？話なんですよ。素晴らしすぎる。ちなみに毎回ね、夏目さんちってスタッフのみんなが朝会の報告があるんですね。今日誰々が何やりますっていうのがまとめて報告が来るようになってる。で、さやもそれ見れるの LINE で。全部嘘の報告されてました。ご配慮じゃん。ご配慮。ご配慮いただいてるじゃん。素晴らしい。はい。チーム一丸となって私を騙してくださったのですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次回はゆで卵に絵を描くでお会いしましょう。いや、それ没企画なんでやめてください。ね、今日ちょっと言ってよ、出演するって。まあ確かにね。もうだって今日だって最悪なんだから髪の毛。言って。今日ドッキリしてるから言ってって言って。ドッキリって言わないのよそれも。言ってよ。恥ずかしすぎる。